ビナス。胸が熱くなりますね。鼻が長いから鼻はうまいに決まってるとか言うんですけど、そんなの関係ないです正直。だったら日本で一番韓国語うまい人はクソガキ。皆さんこんにちは、진입니다。ちゃんです。最近いろんなアイドルが続出している中で、思ったよりみんな韓国語のレベルが高くてびっくりしているナウです。ナウイ。ナウイです。古いですね。最近韓国語のレベルのチェックをしてほしいっていうアイドルが多すぎて、いろんな人見てるんですけど、いろいろいます。シンサドンホレンイがプロデュースしたトライブのミレちゃんとか、あとは SM のエスパー、別にスペインとは関係ないです。エスパニャと全く関係ない。エスパーのロジェじゃなくてなんだっけ、ディーゼルジーゼルとかいろいろいるんですけど、その前にね、皆さん宝くじ好きじゃないですか。なので今日は宝箱トレジャーの日本人の韓国語のレベルを、見てみたいと思います。そういえばトレジャーは前に私が多分聞いた時にちょっとびっくりしたのが、やっぱり YG の味がしてすごく期待をしているグループとして紹介したことがあるんですが、ちょっと時間が経ってね、おじさんは名前とかもう忘れます。ただトレジャーはなんか人数が多かったような気がします。何人だったか覚えてますか？9人。多いです。もうちょっと多い？98人。12人。日本人メンバーは4人。4人もいるんですか？お名前はわかりますか？4人。YG ですよね。YG、テディ、GD、トップ、ほぼビッグバン。スンリ、버닝썬。4人の名前がですね、ヨシ、よし、マシホ、よし、マシ、朝日、割り増し。そう、朝よ。割り増し。タクシー乗ったら割り増し。12人の中で契約金もちょっと割り増し。今名前がマシですか？マシホっていう名前あるんですか？すごい珍しいと思います。韓国にあるかもね。マシソよ。ホクホクして食べるとマシソがマシホ。珍しい名前。珍しいと思います。朝日？そうそう。朝日ビールの朝日。オリンピックでビールサーバー設置したくて朝日。最後がハルトです。ハルト。覚えました。よし、マシ、朝日、ハルト。マシホ。よし、マシ。まず最初がヨシですね。오늘은 춤 연습 많이 했습니다. 땀이 나와서 땀이 났습니다. 땀이 나와서 땀이 났습니다. 근데今マヒロさんが韓国語ができなくて今タミになってて、タミって言ったら韓国で困惑ですよ。絶対通じません。ブランドのタミってあるけど、まさかそれを言うと思わないで、これはちゃんとドーンができてないってキャッチしたのがこのヨシちゃん。これすごいですね。で今の発音もなかなか綺麗。結構なんかこういう風に言ってるけど、よく日本のタチツテトのようにタって口からタって強く出がちなんですけど、これ摩擦音なんですよ。中で行われて実際口の前からは出ません。韓国の脳はタ、これタができてるんですよね。すごいですよね。드디어 내일은 추석. で今これすごいです。これをドゥディオって言ってるんですけど、このドゥディオのドゥが日本人から聞いたらトゥに聞こえるかもしれない。これが韓国語のドゥです。ドゥディオ、ドゥなんですけど、濁音だけどね、これを聞いて日本人はタチツのみたいなトゥなんだと思ってトゥディオってよく言うんです。しかもアクセントも前に持ってくるんで。でもそこじゃなくて本当に韓国人の気合を出している発音のドゥが自然です。なのでこの人はすごくセンスがいいです。発音がすごい綺麗ですね。難しいことを言ってるね。これ韓国人もよく間違いやすいんですけど、ナフルからもうサイルって言います。ハル、イトル、サフル、ナフル、ダッセ、ヨッセなんですけど、今ナフルが言えたっていうのはすごいです。今の若い人もサフル、ナフルを間違っているクソガキがいます。たまに。いますね。でもすごいですね。월말 평가도 날이 가까우니까なんですけど、やっぱり노の前がかになっちゃうね。そうね。날이 가까우니까 시간 얼마 안 남았으니까 많이 연습하겠습니다. でも하겠습니다が言えるのはデビュー前からも本当にしっかり勉強している感じです。私VIPの方、ゴールドの方も言う時に頑張りますっていう時に열심히합니다、공부합니다、
日本語だったらわざわざこれからも頑張るつもりです予定ですって言わないんじゃないですか。頑張りますも基本形ですよね。で韓国で基本形で열심히 합니다って言ったらおかしいんですよ。命令形になったりするので、でもそこで하겠습니다がこうやって自然に出るっていうのは社会経験が早いのが韓国語が伸びるのに一番役に立ってるのかな。だって월말평가っていう単語初心者って絶対わかんないですよ。なので会社で使ってる用語に慣れてる。でそれも実際分かりやすい単語とかに変えたりするんですよ。日本人って結構월말평가っていうのがあっても評価って言ったりちょっとテストって言ったり自分が慣れている単語に使っちゃうんですけど、どんだけ使ったらこんなに월말평가に怖がるのかもう覚えちゃってるんですよね。なのでセンスがいいと思うんですよ。何が重要なのか、何を覚えるべきなのか、そして周りの人が何を言ってるのかをよく見てきてるのかな。柔軟ですね。열심히 하겠습니다. 감사합니다. 今この韓国語の字幕でちょっとふざけてわざわざ감사합니다みたいな書いたんですけど、実際こんな感じに聞こえません。今綺麗な감사합니다でした。普通に聞き取れた。 그것을 연습했습니다. 월말평가 때 칭찬을 받을 수 있게 멋있게 랩을 하고 싶습니다. 열심히 하겠습니다. 若干発音とかがやっぱり足りないところはあるんですけど、私は十分だと思います。初心者がここまでまず喋れるこの3単語、この3語分をうまくこう組み合わせができて、人と喋る時に必要なものがもうベースがあって、その上で話をしているので聞きやすいです。 랩 수업에서 제가 가사 썼던 것을 수준 받고 가사를 다시 처음부터 썼습니다. なんか今の表情を見て思ったのが、なんて言えばいいんだろう。なんかかわいそうじゃないけど、なんかちょっとこう胸が熱くなりますね。多分韓国語の授業はどうでもいいんですよ。私は今韓国語について皆さんのリクエストをいただいて評価をしてるけど、実際この人は韓国語の勉強のためのアイドルじゃないじゃん。今ラップの話してるし、会社の話してるし、だから韓国語はある意味で一つの目標でもあるんですけど、手段に過ぎないんですよ。韓国で仕事をするための手段、アイドルとして韓国人とコミュニケーションをする一つの道具に過ぎない。それでもここまでできるんですよ。でちゃんと韓国語で自分のアピールができて、何をしなければいけないんだっていうのが、まあ本当に十分に伝わります。いいですね。そう、今びっくりしたのが、もうこの段階でラップの歌詞を作らせるのが YG は結構厳しいですよね。あと喋ってるのを見るとやっぱりちょっと男女の違いかもしれないですけど、男性の方が結構論理的に文章を構成していきます。私から見るとそんな感じです。女性は自分がいかに自然に見えるのかっていう風に作ってるように見えて、あとやっぱり感情に関わる単語を先に出すんですよ。진짜、어쩜、멋있어、어떻게、잠깐만とか、なんかそっち系がすごい多くて、男性のアイドルを見ると今までなんかこういう時には良くなかった、なのでこれから頑張る、原因がこれだからこれからどうするかっていう接続詞をすごい完璧にこなして、未来にどうするか、今どうするか、過去どうだったっていう、こういうね作りがうまい気がします。 이번 달에는 많이 연습해서 진짜 실력이 늘렸다, 잘한다, 칭찬받을 수 있게 오늘보다도 많이 연습해서 열심히 하겠습니다. 감사합니다. もうそれしかないですよね。デビュー前だから。いやーうまいですね。 안녕. 이번에 우리 틱톡을 하는데 그 티가 트레저 티도 있고 이렇게 마시면서 얘기하는 티. 마시는 거 얘기하는,今連体系完璧ですね。まあ相手もメンバーですよね。あ、そうです、そうです。だから自然ですね。なんか初めてやってる感じしないですね。お互いに敬語は使ってるけど。で、韓国人のメンバーですね。こっち韓国人のメンバー、顔がやっぱりシーバス系ですよね。ちょっと下の顎と唇が、見て、唇と顎がすごい前に出てますね、上に比べたら。これシーバス系だけどまだちょっと小さいので、正語、褒め言葉ですよ。シーバスみたいにこう下の顎が出てる魚はいつもこう上を見てるんですよ。上を見てて、こうやって動いてるやつをこうやってくるの、下から上なので下の顎がでかいんですよ。っていうことはいつも上を目指してる向上心を持ってるというか。でこの人のデビュー名は何ですか？鈴木？パクジョンウンです。パクジョンウン？なんか知り合いの名前。 뭘 생각하면 제일 못 알 것 같아. 너무 많이 돼. 죽음?
이거 말해도 되나? 죽음?って言って分かるっていうのもすごいですね。今姿勢からもすごい会話に積極的に参加してますね。 이거 말할까 고민했었는데 나도 아버님이 돌아가셨잖아. 되게 어렸을 때 돌아가셨는데 좀 더 이랬을 걸, 좀 더 그렇게 했으면 나는 되게 시간이 중요하다고 나는 느꼈던 것 같아. 그거 많이 울었고. なんか喋り方が練習したかどうか私分かりません。分からないけど、無駄がないですこの人は。で余計な単語絶対入れないですよね。それでこのスピードっていうのは、いやこれ初心者じゃない。これ最近ですか？さっきと。これが、ちょうど1年前ぐらい。うわー、1年でこんなレベルっていうのはすごいですね。これ結構喋り方うまいです。発音も良くて。 한번 일본 집에 갈 때가 있었거든. 있었거든. 거든を皆さん勉強するとあらゆるところにつけることあるんですよ。例えばこういうところで갔었거든요とか、なんか普通の文章作るのに거든って結構入れたりするんですよ。多分経験者わかると思う。だから今言ってるのが全部理解できるレベルの人も、いざ自分がこれ喋ってみてって言ったらこのように喋れないんですよ。本当に。意外と自然な使い方が難しいってことですね。いやこれ自然ですね。すごく。今聞いた感じだとちょっと申し訳ないですけど、2期より上。2期もうまいんですよ。でも自分が話を持っていくのもうまいんですけど、いやーでもどっちかって言ったら、だから2期がダメっていう意味じゃなくて2期を超えるぐらいです。同じだから そのぐらいすごいですね。単語はちょっとまだわかんないんですけど語彙力は一応そのイントネーションはすごい自然ですね。 어렸을 때 갔었던 공원이나 음악 들으면서 혼자 가니까 여기가 집이었구나. 약간 이런 절봉에 거꾸로 하는 거 있잖아. 그걸 내가 잘 못했어. 철봉에 거꾸로 하는 거 있잖아. 그걸 내가 잘 못했어. 네, これすっごい難しいんですよ。過去の話出ててパッチム、そして二重パッチムが入ると、こうベロをこう本当に自由自在にこう動かないといけないんですけど、今唇の形を見てて、今動き方が韓国とあんまり変わらないように、そんなになんか大げさには動いてません。でもなんで発音が綺麗かって言ったら、ここの筋肉が皆さんよく喋ったらこう筋肉すごい痛い、筋肉痛になるって言うじゃん。もうすでにそれが全部剥がれて鍛錬されてる感じですね。 초등학교에서 그런 시험이 있어. 되게 내가 못하니까 그래서 아버지가 거기서 매주 공원 가서 이렇게 해봐 해서 よくこういうね、誰かしらが言った言葉を引用するときに、이렇게 하세요라고 말해서とか、結構そういう風に持っていくんですけど、이렇게 해봐 해서その次の作り方がすごく自然で、多分ヘバーじゃなくてハラゴヘソとかも多分作れると思うけど、逆にリアリティを出すためにそのままボーンって使って自然に今話をつけましたよね。こういうのはすごいです本当に。本当にこれぐらいのレベルだと一緒に話して私がちょっと優しい単語に変えようとする配慮とかもしないと思うんです。 됐을 때 거기에 우리랑 같이 하는 거 했었던 공원이 있는데 거기 가니까 갑자기 눈물이 나고 했었어. 최근에 울었던 거 되게 뭔가 눈물 그런 거 말고 되게 외쳐 많이 YG ジャパンの方なんですけど、8年間練習生やってるので、多分 K-POP に向けてる期間もすごく長いから。なるほど。今ちょっと理解できました。いやこれはやっぱりね、この土台がすごい丈夫です。韓国語がやっぱりだからこうやって自然なんですよね。 앞으로 쓰레조가 되게 세계적으로 유명해지고 뭔가 콘서트장에서나 우리 노래 따라 부르고 タラって言ったら今タラって直すのにめっちゃ早い。これは実力っていうよりそうやって発音がね乱れるんですよ。私もそうですよ。日本語で言う時にたまにやっぱりこうおかしく出たりするんですよ。で直すのがめっちゃ早くて、あと脳音の天才ですね。はい、今日はトレジャーのヨシ君の韓国語を聞いて、私の結論はヨシの韓国語はヨシ。これまたね、どんどんなんか次の人こうやって聞くとその人が一番に見えちゃうのね。だから一番最初になんか私がこの人日本語うまいよねって言った人いるんじゃないですか。韓国語。
だからあの人よりこっちがなんか2期より上手い気もするし、一概には言えないんですけど、本当に韓国で K-POP の練習生をした時にその時間を決して無駄にしてないなっていうのが分かりました。よくね、やっぱり韓国に長くいるからうまいよっていう人いるんですよ。サナが長いからサナはうまいに決まってるとか言うんですけど、そんなの関係ないです、正直。だったら日本で一番韓国語うまい人はチョナンガンですよ。でも違いますよ。チョナンガンは最近のアイドルの誰より下です。うまくはないよ、正直。韓国が好きでずっと前から韓国の勉強したからといってでうまくなったりはしません、絶対。なので韓国語が目標でもなく、韓国が好きで多分言ってるとは思うんですけど、多分デビューするために大変ですよね。いろんななんか案件とかも撮影しないといけないし、ダンスもしないといけないし、ラップも書かないといけないし、しかもそれをね毎回人の前に立っててストレスだと思うんですよ。でその後が多分韓国語、それもこんなにね完璧に成し遂げるっていうところを見ると、何をやっても成功する人は成功するんだろうなっていうのが分かりました。よし以外のメンバーもね3人もいるので、次また撮影したいと思います。今日の内容が役に立ちましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんのコメント、そしてチャンネル登録が私がこれから動画ずっとね皆さんのために配信するのにすごい力になるので、ぜひよろしくお願いします。そしてこの人もやってほしいっていう人がいればぜひコメント残してください。ありがとうございました。ありがとうございました。